皆さんこんにちは。気になる車を詳細検証するオーナーズアイ、いつもオフロード版を担当している川村です。前後編でお届けしているニュースーパーキャリーのオフロード編、後半戦はいよいよ走破性の検証です。恒例のロングヒルクライムテストからお届けしていきますが、その前にタイヤの空気圧を調整しておきましょう。オフロード走行ではタイヤの空気圧を減らすことでより良い結果が得られることがあります。タイヤが柔らかくなることで接地面積が増えてグリップが向上する。岩の形に沿って変形するので地形追従性が向上する。衝撃吸収性が上がり跳ねにくくなる。路面を掘りにくくスタックしづらくなるなどのメリットがあり、凹凸地形をゆっくり走るクロスカントリー走行ではかなり効果的です。もちろんデメリットもあります。ビード落ちしやすくなる。サイドウォールを損傷しやすくなる。ハンドリングが悪くなる。タイヤの内部構造にダメージが蓄積する。発熱する。いかがでしょう？メリットだけではなくデメリットも多いことがお分かりいただけますよね。これは世界中のオフローダーたちが長年の経験から導き出したクロスカントリー走行限定のチューニングであり、それが素晴らしく効果的であるからこそデメリットをケアしながら自己判断、自己責任で行っているものです。そして一般にオフロードタイヤはサイドウォールが強く、このような変形への耐性がある程度与えられていますから、それを目的にオフロードタイヤに交換する人たちもいるのです。さて、スーパーキャリーには 14580R12 の LT、つまりライトトラック用のタイヤが与えられています。LT タイヤですから、正しい空気圧で使えば、一般的なサマータイヤより大きな荷重に耐えられます。またリブ、つまり縦溝とラグ、横溝がバランスよく組み合わさったリブラグパターンが与えられており、燃費志向の SUV タイヤよりはずっとオフロードに適したトレッドブロックを持っています。そして指定空気圧はこのように記されています。2名以下の乗車で荷物の積載量 100kg 以下の軽積載時は前輪200、後輪 240kPa。 これより重い低積載であれば前輪280、後輪 350kPa の空気圧。実は前回の林道走行の直後に空気圧を測ったところ、前輪が280、後輪が 320kPa となっていました。ほぼ低積載の値で走っていたわけです。それでも十分なグリップと快適性が得られていましたよね。でも今回はよりシビアなテストになるので、空気圧を軽積載の指定よりも下げていきます。前輪は軽積載 200kPa 指定であるところを 5% 減の 190kPa に、後輪は軽積載 240kPa であるところを20% 減の 190kPa に減らしました。後輪の下げ幅を大きくしたのは本当に何も乗っていない空荷の状態だからです。軽い後ろ側のタイヤで最大限のトラクションを得ることを意図しました。実のところジムニークラスの大きなタイヤであれば全体のエアボリュームが大きいので空気圧を比較的大きく下げられるのですが、キャリークラスのタイヤは空気の絶対量が少ないので、ほんの少し空気を抜くだけでその影響が大きく現れます。そして空気圧を抜きすぎると最低地上高をも下げてしまうので、前輪はあまり下げないことにしました。これでヒルクライムテスト開始です。なお、この低い空気圧のまま一般道を走り続けると、バーストなど危険なトラブルの原因になりますので、オフロード走行を終えたら
必ず指定空気圧以上に戻して帰るようにしてください。それではヒルクライムのテスト行ってみたいと思います。最初は4ハイで普通に登ってみます。こんな長い坂なのでゆっくり登りたいっていう人はいないと思うので、4ハイの一足で勢いをつけて登ります。はい。ロングヒルクライムはこんな感じである程度の勢いをつけて運動エネルギーを高さに変える感じである程度勢いをつけて登るのが基本です。でもこれではテストにならないので、この後ゆっくり登っていきたいと思います。今 4L の一足で降りています。エンジンブレーキよく効きますね。不安感はないです。次は 2WD で登ってみたいと思います。さあどの辺まで行くか。行きますよ。ゆっくり行きますからね。 2WD でも速度をつければ登れてしまうかもしれないので、はい、2WD ではこれが限界です。もう一度見てみましょう。後輪がグリップを早々に失い、スリップして土を巻き上げ前進できなくなっています。スローで見ると後輪が路面を掘ってしまっているのがよくわかりますね。 2WD で登ると結局後輪がスリップして車があらぬ方向を向きますよね。すごく危険です。このクラスのシャドウの坂の上で車が斜めに向き出すと最悪横転してゴロゴロ転がっていきます。なのでやっぱり 2WD はやめましょう。というわけで次はローレンジに入れて 4L ですね。ローレンジと一足で先ほどの 2WD と同じような速度で登ってみたいと思います。ここで2024年夏にテストを行った従来モデルの走りを思い出しておきましょう。同じ坂、同じシャドウをローレンジの一足でゆっくり登るという意味で条件は同じです。ローレンジの一足でゆっくり登ってみましょう。トラクションコントロールは働かないので、もう本当にこの車のメカニカルな実力だけでどこまでいけるかです。エンジントルクは十分ですね。まさか登るのか。なるほど、ここまでしか行かないですね。もうちょっと速度つけようか。じゃあでラインを変えましょう。でもな、これ以上エンジン回転数上げらんないしな。なるほど、一足で登るのは厳しそうです。実はこの時従来型のスーパーキャリーは藤金の坂をローレンジの一足で登ることができず、ローレンジの2足で少し速度をつけた状態で登っていました。この映像でも左前輪と右後輪、つまり対角線上にあるタイヤがスリップして対角線スタックしていることがわかります。ではニューキャリーはどうなるのか。いきます。さあこのジャリジャリのところを果たして 2WD はもうここが 2WD のスタックポイント。登るな登るなスーパーキャリー、すごいトルクだ。やっぱ4駆はいいね。肉と4駆これだけ違うんですよ。2つの映像を比べると今回の路面の方がやや湿り気を含み表層のグリップが良さそうな状態であることが分かります。
それでもニューキャリーはローレンジの一足で難なく登ってしまいました。こうなるともう少し路面を掘った状態で限界を試してみたくなります。というわけで後半の坂道発進を楽しみにお待ちください。さあ、ここから今度はヒルダウンです。今入ってるのは 4L ローレンジの一足エンジンブレーキです。もちろんヒルディセントコントロールはこの車にはついていません。でもこのローレンジのギア、棒ギアのおかげで来ますよ。もう下り始めてますけどブレーキ離すよ。これがローレンジの一足のエンジンブレーキです。車安定してますよね。はい。ヒルディセントコントロール、最近の SUV についてますが、ローレンジがあるこの車には必要ないかもね。次、ローレンジの1足で登れたので、それ2足で登ってみます。ただ、2足だとだいぶギア比上がるので、ちょっとスピードをつけてみますね。トルクフルだな。やっぱローレンジの力すごいね。2足でもあのぐらいのスピードで登れますね。ここから今度はもっと地形がデコボコで車が揺れて怖い。エンジンブレーキで降りるスピードよりもさらにゆっくり降りたいという場合の操作をお教えしますね。まあ林道でもやりましたけど、ローレンジの一足、エンジンブレーキの一番強い一足に入れた上で、そして下り始めるじゃないですか。この後ブレーキで速度を調整するんです。軽くブレーキに足当ててますよ。こうすることで車がさらにゆっくり、そしてエンジンブレーキを効かせながら降りてます。ただブレーキを当ててる分タイヤがスリップする音が聞こえてきますね。だからあれ以上ブレーキを当てるのはよりタイヤがスリップして良くないとは思います。で、こうやってブレーキを併用することでよりデコボコな急斜面を降りるときに車の速度を落としながら安定させて下ろすっていうことができます。スーパーキャリーの 4WD 性能かなり良くて、途中でスタックすることが難しいんですね。なので坂の中盤でわざとスタックしてみたいと思います。ローレンジの一足でゆっくり登りながら坂の中盤で止まってみます。この急ながれた坂を登るんですよね。こんなに遅くても登っちゃうんだ。この辺でエンストしないの君。はい。この状態でスーパーキャリーはブレーキから足を離してもしばらくこの急斜面に止まっていてくれるんです。ヒルホールドコントロールと言うんですけど、やってみます。いきますよ。せーの。パッ !1、2、3。約3秒間止まってますね。もう一回いきますよ。せーの。パッ !1、2、3。はい。約3秒ほど止まってくれますね。では、ここから再発進できるのか。ローレンジの一足ですよ。やってみましょう。せーの。パッ今ね、ちょっと、クラッチビートするときのエンジン回転数低かったんですけど、エンストしなかったですね。本当に低回転でよく粘るこの車のエンジン。次ももうちょっと中腹でスタックしてみようと思います。しかし、あの急斜面からの再発進簡単にやりましたよね。ちょっとね、一番路面がふかふかそうなところに止めてやってみましょう。しかも、右側に傾いてトラクションがかかりづらいこの辺りかな。ここ悪そうだから。
ここで、ちょっと、アクセル多めに踏んで書いてみましょうか。いきますよ。せーの。いきますね。すごいな。この、スーパーキャリーに新しく追加されたオフロードデバイス。それは、ぬかるみ脱出アシストです。それがね、効いてくれるので、結構分回したんですけど、スタックしないんですよね。もう一回やってみますよ。全然スタックしない。すごいこれ。どこからでも坂道スタートできる。すごいなこれ。新しいぬかるみ脱出アシストの威力本当にすごい。タイヤがね、空転しないんですよ。だからね、登っちゃうんですよ。わざと吹かしてんですよ、僕。ここでぬかるみ脱出アシストの働きを見ていきましょう。この機能は従来型キャリーにも採用されていましたが、今回リアデフロック搭載車にも追加されたものです。これによりキャリーは 2WD 車を含む全グレードで標準装備となりました。まずはこの映像をもう一度ご覧ください。左前のタイヤと右後ろのタイヤが空転していますよね。これはディファレンシャルのいたずらによって起こっていることです。ディファレンシャルは車がカーブを曲がる際に発生する左右輪の回転の差を吸収する役割を持っています。同時に左右のタイヤに駆動力を分配しています。ところが片輪がぬかるみに入るなどして空転してしまうと、その一輪に駆動力が逃げてしまうという厄介な性質を持っています。これが前後の駆動輪でいっぺんに起こる状況を考えてみてください。前の駆動輪と後ろの駆動輪、その両方で片輪が空転すると、前輪も後輪も車を前に進めることができなくなってしまいます。多くの場合、このようなスタックは対角線上の2輪が空転することで起きるので、これを対角線スタックと呼んでいます。ぬかるみ脱出アシストはこの空転しているタイヤだけにブレーキをかけます。そうするとタイヤが空転しなくなりますよね。空転しないということはある意味路面に設置しているのと同じこと。こうなるとディファレンシャルの厄介な性質は鳴りを潜め、反対側の空転していなかったタイヤをしっかり回してくれるようになります。こうして車は再び前進を開始します。これがぬかるみ脱出アシストの働きです。で、このぬかるみ脱出アシスト。この機能が素晴らしいのは、普通の SUV についてるトラクションコントロールだと、エンジン制御しちゃうんですよ。あんまりにもタイヤが空転すると。あ、ここは滑ってるな。エンジンの出力を抑えてあげて、柔らかく地面に接してあげようっていう操作が入ったりするんですよ。なので、アクセル全開にもかかわらず、登っていかないよ。今パワーを伝えてよって時に登っていかないことがあるんですよ。だけど、このぬかるみ脱出アシストは、あくまでぬかるみ脱出アシストなんで、ぬかるみから出るには、多少タイヤが空転してても、力を路面に伝えることが大切なんですよ。なので、エンジン制御しないんですよ。なので、登っちゃうんです。いきますよ。ね、どうしてもスタックさせてあげたいんだけど、しないんだよな、これが。すごい。本当にすごい。このね、エンジン制御をしないトラクションコントロール、ぬかるみ脱出アシストは、本当にね、オフロードで素晴らしい武器になると思います。オフロードではね、エンジン制御をすることがうまくいかないことが多いんですよ。砂地もそう、泥場もそう、ぬかるみもちろんそう。いいなこれ。スーパーキャリーね、一度もスタックさせられなかった。そしてこのぬかるみ脱出アシストのついたスーパーキャリーに
もう一つね、デフロックっていう電化の方向がついてるんですよね。全然使う暇がないんですよね。モーグルで試してみましょう。で、ここから今度はバックでリカバリーします。まず、バックギアに入れます。で、バックギアの時はおそらく効かないんですよ。ヒルホールドコントロールが。なので、まあここは早めにクラッチミートします。で、クラッチミートしながらブレーキをね、緩める感じです。ブレーキを離すんじゃなくて。エンストしないから心配しないで、坂道だから。はい。これで、まあバックはね、あんまりスピードつくと怖いので、このようにブレーキを軽く当てながら、そして林道の時と同じように左右のミラーを見ながら自分のね、轍をたどって降りれば安全に降りられます。ヒルクライムね、このクラスのヒルクライムになると上の方でスタックするとドキドキするんですけど、まずは気持ちを落ち着けてやりましょう。バックギアに入れて、そしてエンブレを効かせて、ブレーキを軽く当てて、そして降りるといいですよ。やっぱオフローディング楽しいですね。この辺でヒルクライムのテスト終わりにしたいと思います。それではキャンバーのテスト行ってみたいと思います。キャンバー地形は車が斜めに傾くんですね。車が斜めに。そこでの安定性とかトラクションのかかり具合を見ます。最初、2WD で行ってみましょうか。うまく走れるかわからないです。ハイレンジの肉です。どうでしょう。肉の一足です。あ、めちゃめちゃ。なるほど。2WD は車が傾きますね。キャンバー地形は 2WD だと車の姿勢が乱れます。なので、ここで4範囲に入れたいと思います。先ほど 2WD の状態とどのぐらい違うのか言ってみましょう。同じ一足です。あ、もう全然安定感が違いますね。これがやっぱり四駆の威力ですね。フロント二輪が回ることによってこれだけ姿勢が安定するんですね。もう一度比べてみましょう。上が 2WD、下が 4WD です。2WD はキャンバーを登り始めてすぐ後輪が右に横滑りを始めたため、ステアリングを大きく切り足すことで軌道を修正せざるを得ませんでした。反対に 4WD は前後輪ともにトラクションが良く、横滑りもなく、少ない打角のまま想定通りのラインを走れました。じゃあ今度、4範囲のセカンドでもうちょっと高くに行ってみましょう。いや、すごく安定してますね。やはりこの低重心、重たいものがフレームも含め、エンジン、ミッション、トランスファーすべてが下に集まってるキャリーの低重心のそのバランスの良さが生きてますね。あれだけ高いところを走ってるんですが、やはり先ほど空気圧をオフロード用に抜いたことによって、タイヤがサスペンションの働きの一部をするようになってるんですね。受け持ってるんです。路面の凸凹をいなしながら路面に密着してグリップをさせるっていう。なので車が暴れてないし、スリップしないですよね。これでキャンバーのテスト終わりたいと思います。モーグル地形はですね、小さなコブが交互に配置されているような地形ですね。スキーのモーグルと一緒です。この地形では前後左右のタイヤが交互に浮いたり設置したりを繰り返します。その時に対角線のタイヤが浮いて空転すると、それは直結四駆といえども前に進めなくなります。そんな地形です。さあやってみましょう。今クラッチから足を離している、アクセルしか踏んでいない、ほとんどサポートしてるだけですけど、エンジンのトルクが強くて、はい、今ぬかるみ脱出アシストが効きましたね。
ピーピー言っているのは前後の障害物を知らせてくれてます。このように浮いたタイヤが空転するのをぬかるみ脱出アシスト機能が抑えてくれます。はい、次は従来型モデルで同じラインを走らせてみます。今左前輪と右後輪が浮き気味になって、右後輪は完全に浮いてますけどスタックしています。これ対角線上にあるタイヤが空転しているので対角線スタックと言います。直結4駆といえども前進することができないです。旧モデルのキャリーはここから脱出する方法が一つありました。それがデフロックです。デフロック入れます。入った。このようにデフロックを入れるとリアタイヤが全く空転することなく脱出できます。もう一度新しくなったスーパーキャリーの走りを見てみましょう。はい、ここであまりアクセルを踏まないようにしてると一見スタックしているように見えるんですが、ここから脱出するのは簡単です。アクセルをちょっと踏み出してあげるだけです。はい、このようにぬかるみ脱出アシストが効いて空転したタイヤにブレーキをかけて、そして前進できます。いいですね、この機能。正直言ってデフロックの出番がないです。従来型キャリーのリアデフロック付きモデルにはぬかるみ脱出アシストがついていなかったため、デフロックを使わない状況ではこのように対角線スタックが起きます。これに対して新しくなったキャリーは5速マニュアルのリアデフロック付きモデルにもぬかるみ脱出アシストが追加されたため、リアデフロックを使わなくても対角線スタックを回避することができます。では、ぬかるみ脱出アシストさえあればいいのかといえば、そうでもありません。実のところ、ブレーキというタイヤの回転を止める制御で前進させるより、純粋に車を前に動かすデフロックの方がスタックからの脱出効果は高いのです。では、ニューキャリーのアドバンテージはどこにあるのか。一つは使い勝手の良さです。ぬかるみ脱出アシストは自動的に働くので、ドライバーが気づかぬところで仕事をしてくれます。反対にデフロックはドライバーが意図してスイッチを押さねばなりません。二つ目は前後輪の総合力の違いです。新しくなったキャリーは後輪をデフロックした上でさらに前輪にぬかるみ脱出アシストが効かせられるのです。キャリーは前側の方が重く、前輪の方が路面を強く蹴ることができるとお伝えしていましたよね。つまりキャリーはリアデフロック状態でもなお前輪が果たす役割は大きいわけです。その前輪のスリップをも電子制御で止めてくれるわけですから、その効果は計り知れません。残念ながら今回のテストではそのような極限の状況で比較することはできませんでしたが、ではぬかるみ脱出アシストによってオフロードの走りが強化されたキャリー、スーパーキャリーはデフロックはどういう場所で使うかっていう話なんですが、デフロックの長所はぬかるみ脱出アシストと違ってリアの左右の両輪を全く空転させずに進められるっていうことなんですね。そうするとスタックが予想されるポイントで事前にデフロックを入れていくという操作が有効です。一回スタックすると路面を掘ってしまってさらに脱出しづらくなるからです。今リアデフロックが入っている状態でさっきと同じ地形を走ってみます。このように全くタイヤが空転することなく、前輪のぬかるみ脱出機能も働くことなく走れましたよね。これが路面を傷めない走りです。でデフロックは曲がりづらくなったりするので
危ない場所を走り終えたら切る。これが鉄則です。いやー、デフロックがついてるっていうのは本当に安心できますね。スーパーキャリー、鬼に金棒です。今日はキャリーのチーフエンジニアの伊藤文夫さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。伊藤さん、はい、新しくなったキャリーは安全性能もかなりアップしたと伺ってるんですけど、はいはい、どんなところがポイントなんでしょう。そうですね、今回の大きなポイントはですね、システム自身は、乗用系の車に搭載してきたものを搭載しています。で、キャリーはですね、やはりお年寄りの方も結構います。で、その中でですね、信号の検出だとか、あと標識ですね、進入禁止だとか、一旦停止、これを認識してちゃんとお知らせしてくれるというのとですね、あと青信号になった時に先行者お知らせ機能ってあるんですけど、それと同じように青信号になった時に教えてくれるということでですね、そこが大きく変わっていると。なるほど。でまだですね、もう一つ、大きくはですね、ステアリングを戻してくれるという操作があるんですけども、車線を逸脱しそうになった時に、その手前で少しステアリングを戻すという、そういう機能も今回この車から、搭載しております。なるほど。そうするとキャリーでこういったオフロードコースに行く一般道路も安全になったっていうことですね。そうです、その通りです。伊藤さんは、ジムニーの開発にも関わってらっしゃるとお伺いしてるんですけど、ジムニーとこのスーパーキャリー、それぞれの魅力ってどんなところにあるんでしょうか。まずですね、先にキャリーの素晴らしいところ、これはですね、やはりジムニーと比べて荷室とプラスアルファ2台ですね、2台があるっていうのが大きいと思ってます。2台はちょっと汚れたものをさっと乗せられるというのがこのスーパーキャリーとかキャリーのですね魅力になってます。で動力性能自身はですね、軽自動車の新しいR06A エンジンを積んでます。そういう意味ではジムニーと同等かなと思ってます。でジムニーはですね、やはり4人がしっかり乗れてということになりますので、そこのそもそものその室内のですね、人を運搬するっていうところの、最低限違うところが大きくあります。で遊びの面でいきますとですね、ジムニーはやっぱりタイヤが大きいもんですから、こういうオフロードの走行においてはですね、やはりジムニーの方が凹凸なんかをですね乗り上げやすくてですね、そういうところで非常に使い勝手も良くて走りも良くてということで、思っています。ただしです、どちらもですね、非常にこういうところで楽しい部分にはですね、楽しかったです。どちらがっていうのは私自身もなくてですね、どちらもお勧めしたいというふうに思っています。前回のキャリーのスーパーキャリーの取材から、本当にこの林道を走るのが楽しくて、自分がジムに乗っていたんですけども、その車体の軽さと、それから路面のインフォメーション、そうですね、すごくジムニーに通じるものがあって、あと5速マニュアルっていうこともあって、もう全身でオフローディングする感じが本当に楽しくて、ウキウキしていたところを視聴者の皆さんに過去一楽しそうだよねっていうコメントをいただいて、楽しいですね。楽しいですね。我々もこの車基本的にはね仕事の車ということで開発してるんですけど、やはりこういうオフロードとかですね、走ると、自分自身もですね、運転する楽しみっていうのは、確かにこれだよなっていう、またね子供心なそういう楽しさっていうのもありながら、そうですね、この可愛らしいサイズで、こんなとこも行けちゃうのっていう楽しさ、ギャップの加減とか。あとなかなかねこの本当にいけるんだろうっていうところも、ちょっと挑戦してみると、いけた時のねその喜びといいますかね、そういうものが、この車にはやはり生かされるのかなと。ありますね。でこんなちょっとしたこういうところもそうなんですよね。こういうところのどうやって制覇しようというような、まず、コースを取りながら、ドキドキながらね、そうなんですよね。ドキドキですよね。これがあんまりエンジン吹かさなくても、このローレンジのトルクだけで登っていけると、登っていくんですよね。これすごいですよね。やはり商用車で鍛えてきましたね、この車自身が。そうですよね。でこのローレンジはジムニーのローレンジよりはちょっとギア高いような気がするんですけど、逆にこういった林道で扱いやすいですね。もうローのセカンドとかサードで
エンジンがすごくトルクがあるので、はい、ほとんどオートマチックみたいな状態で、そうなんですよね。シフトチェンジしないで走っていて、はいこれがやっぱり乗用車だよねっていう、はい、この5速マニュアルの廃炉切り替えがあるからこそそういうことができるんですよね。はいはい、はい、で今回スーパーキャリーを新しくするにあたって、はい、このスーパーキャリーにえぬかるみ脱出アシストはいをつけられたじゃないですか、はい、その理由はどんなところにあるんですか？はい、今までデフロックの機構に、ついてたものに対してはですねなかったんですが、はい、今回ですねデフロック付きのものにも、はい、ぬかるみ脱出アシストをつけました。でそれは一番はですね、はい、やはりぬかるんだ状態のところでいかに走破できるかっていうのが、このトラックっていうのはですね農家さん含めてですね、いろんな場面で脱出できないと困るというようなところがありました。で我々としてはですね、デフロックがあればいいんだろうとは思ってたんですけど、今回あえてですね、デフロックプラスぬかるみ脱出アシストということで、より走破性を上げました。このぬかるみ脱出アシストの味付け素晴らしくて、ついぞこの取材では、デフロックの出番がなかったです。ジムニーでね、先行してブレーキ LSE という形で、作り上げてますので、それをですね、軽トラックにもということで、その技術を使ってますので、非常にバランスよく仕上げていると思ってます。本当にスタックが予想されるときに事前に入れておくっていう使い方をすると、何事もなかったように走るので、これからそのデフロックの使い方が、それがいいかもしれないですね。そうですね。いたずらにそのね、農道であるとかを傷めないまま、このキャリーが走れることによって、後ろから来る車もスタックしないしみたいなところもあるし、そうなんですよね。農家さんで聞くのはですね、やっぱり一回走った時に滑ってしまって、わだちができて、その後入るのに非常に大変だというような話も聞いたりしますんでね。このシステムがあれば、わだちもできにくいかなと。じゃあもう自分たちの使用環境に合わせて、ここはちょっとデフロック入れるとこなんだよみたいなのもあらかじめ分かっていれば、それがね、そうですね。ボタン押せばできるなんて。私スーパーキャリーの最初の試乗では、キャブオーバーの車のオフローディングに対してちょっとしたトラウマがございまして、それはどんなことでしょう？最初にキャブオーバーの車でオフローディングしたのが、取材に行った先の人が乗っていた、キャブオーバー型のワンボックスだったんですよ。それ乗った時にヒルダウン、顔が引きつって一番最初に自分から降りていくじゃないですか。そうですね。ボンネットがなくて、一番よく見えますからね、前が。だけどその下がわからないと。わからないし、段差は自分の足を越えてからだと段差がわからないし、で前転しそうだし、もうその時にキャブオーバー型の車でオフローディングしてる人たちはもうね特殊技能だと思ったんですよ。なるほど。自分のジムに比べて。だけど改めてこうやって2度スーパーキャリーにスーパーキャリーで取材してみて、このおそらく低重心から来る安心感でもうそのトラウマは消えました。よかったですね、これは。じゃあこれでファンがいっぱい増えますね、きっとね。やっぱり楽しいというのが一番かなと思いましてね、この車も基本性能はそんなに変わってないんですけども、今回デザインを大きく変えてですね、非常に普段の使い方とかも含めてですね、こういう遊びも含めてですね、非常にマッチするような車に仕上がっていると思いますんでね、そういうところはぜひどんどん体験しながらですね、購入いただければなとは私は思ってますね。我々もお伝えしていきたいと思います。伊藤さんは、このスーパーキャリーに関わってこられて、
この車に乗せてらっしゃるこの夢ってございますか？はい、この車ですね、スーパーキャリーはですね、基本的な性能、トラックという性能を非常に持ってます。でさらにですね、今回この衣装を変えてですね、いろんなお客様幅広くですね乗っていただきたいと考えています。でさらにですね、こういうオフロードに乗って楽しいというそういう車になってですね、さらにお客様が増えてもらえれば、我々としては非常にありがたいと思っています。はい、最近こういった軽トラックに履けるようなおしゃれなオフロードタイヤとか、AT タイヤとか増えてきてるんですよね。でスーパーキャリーの横にステッカーを貼った車を拝見したんですけど、ああいった風にカスタマイズしていくっていうのはどうなんですか？はい、今回もですねこういう衣装にしたのがそこにあってですね、いろんなお客さんがいるのは間違いないです、でそのお客様が、個々にですね自分たちがカスタマイズしたいような、元があるかどうかが大事で、そんなように、作り込んできたのが今回の車になっております。私も今回2回目のスーパーキャリーの取材でオフロード走りましたけど、ジムニーに負けず劣らず本当に楽しい車でした。伊藤さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。